今日のイベント結構見応えあったな。最後の方とかかなり接戦だったし、なんて言ったっけあのチーム。日本から来たって奴らか？確かチーム名はなんとか勝てたな。うん。けど途中でだいぶ走っちゃった気がする。入りでミスった分を取り返そうと焦ったせいだな。ホテル戻ったら反省会やるぞ。うん。せっかくアメリカのイベントに参加させてもらってるんだもんね。全部吸収して次に生かさなきゃ。慣れない環境での連戦で体力的にもハードなはずだが、みんな気合は十分なようだな。アメリカのイベントに？まあレーベル契約後の初仕事ということになる。そちらの事情を組んでスケジュールを組むつもりだが、仕事の期間中は日本を離れることになる。その前提でやるかどうかを判断してほしい。わかりました。まず対戦形式のイベントの出演権をいくつか抑えた。レーベルに所属するアーティストとしてアメリカでの知名度を上げることが目的だが、同時に現地での実践を通した経験を積んでもらいたいと思っている。経験？君たちのアメリカでの活動経験はゼロに等しい。世界を取るためにラッシュビーツ優勝を目指すにあたってこの差は非常に大きいだろう。それはつまり仕事を通して現地の空気を感じながらラッシュビーツへの準備ができるということでしょうか。まあとはいえラッシュビーツまでそう長い期間があるわけではない。短期間で経験を積もうと思うと一日に複数のイベントに出ることもあり得る。間違いなくハードなスケジュールになるだろう。なるべく無理のないように設定はしようとは思うが、どこまでイベントに出るのかは相談して決めていきたい。私はできる限り全部やりたい。私も挑戦したいな。俺も賛成だ。向こうで勝ち上がるためには経験を積む必要があるだろうしな。ああ。正直現地での経験の少なさはずっと懸念としてあった。それを補えるのであれば願ってもない機会だ。アランさん、俺たちのためにいろいろと考えていただいてありがとうございます。イベントの話ですが、ぜひやらせてください。わかった。スケジュールをすり合わせたら飛行機や宿泊施設はこちらで手配しよう。ナンバー9レコードと契約を結んで、ようやくラッシュビーツに出場する準備が整った。こちらのイベントの雰囲気もようやくつかめてきたが、ここからが正念場だ。あの空気を自分たちのものにするためには、もっと実力を磨いていかなければ。あれ？この通知。どうしたの？小羽。前にエレナさんたちとスレイドさんたちとの連絡用に作ったグループがあるでしょ？そこにメッセージが来てるみたいで。あ、ほんとだ。スレイドからだね。イベントお疲れ様。明日のお祝いパーティー、予定通りで大丈夫そう？だって。パーティー？ああ、アメリカに来る前に連絡があった件か。私たちがラッシュビーツに出場できるようになったのをお祝いしてくれるんだよね。明日はもともとイベントの予定もねえし、
スケジュールは平気だが、わざわざパーティーまでしなくてもいいってのに、あいつらも律儀だよな。あ、ベッキーとエレナも何か送ってくれてる。すっごい張り切ってくれてる。こういうの、なんだか嬉しいね。いい意味で空気が緩んだな。みんな慣れない環境の中で多かれ少なかれ気を張っているはずだ。だからこそ予定は大丈夫だと返信しておこう。みんなに会えるの楽しみだな。たまにメッセージのやり取りはしてたけど、最近バタバタしちゃってたしね。レーベル契約の手続きやら学校の課題やらが全部重なってたからな。ああ、練習時間も削らずにみんなよく乗り切ったと思う。明日は心身ともにリフレッシュしよそうだな。けどそれで言うと、この中で一番忙しそうだったのお前じゃねえか。う。そうだっただろうか。レーベル契約の手続きについてとか、アメリカで活動するのに必要なものも、青柳くんがほとんど調べて準備してくれたもんね。その合間で俺たちの勉強も見てたしな。トウヤが作ってくれた要点ノート、基礎からバッチリまとめてあって分かりやすかったもんね。作るの大変だったんじゃない？いや、自分の勉強にもなるし問題ない。それにせっかくアキトが単身でアメリカまで行ってレーベル契約への道をつなげてくれたんだ。それに応えられるようできる限りのことはしたい。まあトウヤだったらそう言うよね。でも私だったら絶対頭パンクしちゃうくらいの仕事はしてたから。お前も明日はちゃんと休めよ。確かにここ最近はずっと休みなく動き回っていた気がする。今が踏ん張りどころだという思いが強くて休息がおろそかになっていたかもしれないな。心配させてしまってすまない。それなら今日は早めに休むようにしよよし、じゃあホテル戻ってパパッと反省会しよそろそろ迎えの車も来てる頃だしな。行くか。